こちらの動画は16カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回はイラストワンポイントアドバイスということで、オンラインサロンにご依頼をいただいたこちらのイラストを添削していってみたいと思います。LINE スタンプ用に描きました。体の構造など動きのある柔らかい自然な絵を描けるようになりたいのですが、不自然な点がありましたらご指摘いただけると幸いです。ということで、こちらのイラストなんですが、LINE スタンプ用ということで、おはようと書いてありますので、この女の子が朝食を運んできてくれている、そんなシチュエーションでしょうか。一見するととても良さそうに見えるんですけど、実はこのイラストの中に一箇所見る人にとても違和感を与えてしまう描き方をしている部分があるんです。実はこのイラストの間違いって特に初心者の人ほど気づかないうちにやっちゃいがちなよくある間違いなんですよね。こういったイラストって自由に描いてもいいように見えて、実はある制約がありまして、今回のイラストはこう見せたいと思うものを自由に描いてしまった結果、それが絵の制約から外れてしまっているので違和感の原因となっているんですよね。そこで今回はこちらのイラストがなぜおかしく見えてしまっているのかと、絵を描くときに守らなくてはいけない画面の制約について添削しながら詳しく解説していきたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ、どこがおかしく見えてしまう原因なのか、イラストを描くときにどういったことに気をつけなければいけないのかが添削を通して学べると思いますので、今回添削するこのイラストのどこに違和感があるのかを知りたい人、絵を描くときの画面の制約について知りたい人はぜひ最後までご覧ください。8月はコロソとのタイアップ企画で、今すぐ使えるコロソの全カテゴリー対象の割引クーポンをプレゼントしています。コロソは業界トップクラスの専門家のノウハウをオンラインで学ぶことを目標に作られたオンライン教育サービスです。マーベル、ディズニー、ピクサー、アップル、ハリウッド映画などのグローバル企業や世界的に活躍しているアーティストたちと共に仕事をしてきた各業界トップクラスの専門家たちの実務ノウハウが詰まったプレミアム講座をコロソで無期限に視聴することができちゃうんです。今回はタイアップ企画として特別に今すぐ使えるコロソの全カテゴリー対象となる4000円分の割引クーポンをプレゼントしています。コロソのサイトで講座をチェックして気になる講座があれば、ぜひ動画下の概要欄にあるクーポンコードをご利用ください。8月中の期間限定となりますのでお早めにどうぞ。また、イラスト添削のご依頼はオンラインサロンの他にセッサというサイトでも受付中です。優先してイラストを添削してほしい方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。僕の仕事経歴も概要欄にありますので、興味がある方はチェックしてみてください。また、このチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いします。それではやっていきましょう。LINE スタンプ用に描きました。体の構造など動きのある柔らかい自然な絵を描けるようになりたいのですが、不自然な点がありましたらご指摘いただけると幸いです。ということで、今回こちらの絵を見ていきたいんですが、いかがでしょうか。皆さんこちらの絵を見てパッと見の印象でどこか不自然な点など気になるところはありますでしょうか。こちらのイラスト、バストショットなので体の構造で不自然なところがあるかと言われるとそこまで気になるところはないんですけど、キャラクター以外の部分でね、ちょっと気になるところがあるんで、そこを直していってみたいと思います。まずパッと見でいくと、これアイレベルがはっきりしないんですけど、その理由なんでかわかりますでしょうか。それはこの鮭ですね。こっちのお盆が上から見た構図になっているのに対して、ご飯が乗ってる方のお盆は下から見た構図になっている。ここを統一してあげないと空間的におかしなことになっちゃうんですよね。上から見ているのか下から見ているのか、どっちかに統一してあげてください。おかずを見せたい気持ちもわかるんですけど、無理やり見せようとすると空間的に違和感のある絵になっちゃうんですよね。こっちのお盆がこうなってるってことは、アイレベルはかなり下の方にある。空間的にはこんな感じになっているんじゃないかと思われます。つまり寝ているもしくは座っている人に対してこの人はご飯を運んできているということがわかりますよね。ですので、こちらのお盆も下から見てるようにしてあげないといけないわけですよね。だから、お盆の底の面が見えていて、手の甲の部分がこんな感じで見えるような構図にしてあげないといけないのではないでしょうか。そこがこの絵で一番気になったところですね。逆に言うと、そこだけ直してもらえれば、他の部分はそこまで気にならないっちゃ気にならないということですね。煽りなのか俯瞰なのか、空間がどうなっているのか、誰から見た目線なのか、描くときにそこを考えて統一してあげるってことが大事なんですよね。
下から見てるという意図で描いているのであれば、顔ももうちょっと煽りにしてあげてもいいんじゃないかなと思います。で、ご飯を運んできているということなんで、歩いてきている感じを出すために髪の毛の揺れなんかもちょっと入れてあげるといいかもしれませんね。で、首元の襟とか鼻のアクセサリーも下から見ているっていうことを強調するために、ちょっと位置を変えてこの辺に書いてあげましょうか。こうすることで下から見てる煽り感が出るんですよね。で、他の部分もより下から見てる感じが出るようにちょっと直していってみましょうか。で、こういった縦のラインは平行に書いちゃうと真正面から見てる感じに見えちゃうんで、下に向かってちょっと開くように書いてあげると煽ってる感じに見えるんですよね。で、こういったダボっとした服を描く場合は、シワができる位置なんかを間違えないためにも腕を先に描いておいてあげた方が本当はいいんですよね。で、どうしてもおかずを見せたいのであれば、バランスを崩して鮭が落ちそうになっているみたいな演出を入れちゃってもいいと思うんですよね。で、髪の毛はこの辺で結んでいて、毛先が遊んでいる感じというか、動きのある感じになっているということですね。で、目の感じだけ元のイラストに合わせたいんで、一旦絵の位置をずらします。ということで、こんな感じでオーラフを描いてみましたが、キャラ表がないんでね、この人がどういう人なのかちょっと僕の方ではわかんないんで、その辺は僕なりにアレンジさせていただきました。ということで、これを線画に起こしていってみたいと思います。で、この部分、頭頂部が見えてるような描き方しちゃってるんですけど、下から見上げてる感じにしたいので、前髪のボリュームを上に上げて、煽りの感じを出したいと思います。この角度だったら頭のてっぺんは見えないんでね、その辺も意識して描いていけるといいと思います。
ということで、こんな感じで線画が描き上がりましたが、いかがでしょうか。見比べてみるとそこまで大差があるわけではないんですけど、煽りの空間として統一するためにお盆の見え方とか体の見え方を若干変えてみました。あと欲を言うのであれば、絵はそこまで悪くないんですけど、線がまとまってないのがもったいないなっていう気がしましたね。例えば首の線と襟の線が1本でつながっちゃってますよね。こういう部分は服の厚みを表現してあげるように描いてあげると、より線画の説得力が上がるんですよね。あとは袖の部分。こちらも袖の回り込みがないので、絵が平面的に見えちゃうんですよね。こんな感じで回り込みをつけてあげるだけでも絵の説得力が上がると思います。あとは髪の毛なんかも線がヨレヨレっとなっちゃってますけど、こういったものの積み重ねで絵の全体的なクオリティというか見た目の印象がどんどん悪くなっていっちゃうんですよね。特に長い髪の毛なんかは線がよれてるとどうしても汚い印象になっちゃうんで、その辺綺麗に描けるように頑張っていただきたいと思います。ということで、あとは簡単に色を塗っていってみたいと思います。ということで、こんな感じになりました。で、あと LINE スタンプにしたいということだったんですけど、LINE スタンプにする場合画像の表示が小さいので、これだと文字がちょっと目立たないんですよね。ですので LINE スタンプとかにする場合は文字をしっかり大きめに書いた方がいいと思います。ということで、今回はこんな感じで添削させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。添削のポイントを簡単にまとめますと、まず背景のないキャラクター単体の絵であったとしても、空間の見え方を統一するためにアイレベル、パースの設定は必ずしておいた方がいいというお話をしました。パース線を厳密に引く必要はないと思うんですけど、誰がどこから見ているのかということを想定しておかないと、画面内に視点がいくつもできてしまって空間の統一感がなくなってしまうんですよね。今回の場合は寝ているもしくは座っている人に対して朝食を運んできている、そんな絵なんじゃないかなと想定しました。そうするとカメラが下から見上げるように撮っているということになりますので、向かって左のお盆の見え方がおかしいということがわかると思います。ですのでお盆の底の面が見えるようにこんな感じで修正しました。お盆の上に乗っているものを見せたいという気持ちもわかるんですけど、絵っていうのは空間の制約を守ってあげないと途端に違和感のあるものになってしまうので、見せたいものを何でもかんでも見せるんじゃなくて、例えばこんな場合でしたらちょっとバランスを崩してお盆の中のものが浮いてしまっているといった感じで、空間の統一感を守りつつどうやったら見せたいものを見せられるのかということを考えてあげるとうまくいくと思います。あとはキャラクター自身もカメラアングルに合わせてもう少し煽り感の出る感じに微調整しました。そしてこちらのイラスト、LINE スタンプにしたいということだったのですが、このままだと文字が小さくて見えづらいと思ったので、こんな感じで文字を大きくはっきり見えるようにしました。ということで今回はこんな感じで添削をさせていただきました。こちらも一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、全身キャラクターを描くために必要な描き方のヒントや、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。